皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、こちらカセフィルターのフィルターの紹介していきたいなと思います。はい、ということでですね、今回はこちらのフィルターメーカーさん、中国のブランドになるんですけれども、前回の動画でこちらのね、ウルヴァラインのフィルターキットの紹介をさせていただいたんですけど、まだご覧になってない方はね、是非チェックしていただければなと思うんですけど、本当にね、画期的なフィルターのシステムになっています。で、今回はちょっとね、こちらのフィルターキットではなくて、こちらの新しいね、別のものなんですけれども、 KW のレボリューションっていうね、プロフェッショナル ND フィルターのキットになるんですけれども、こちらのね、紹介をしていきたいなと思います。で、前回のこちらっていうのは、通常のマグネティックシステムなんですけれども、マグネティックで円形なんだけど角型フィルターみたいにハーフ ND を上下できたりするっていうね、ちょっと特徴的なものだったんですけれど、さらにそれを簡略化したというか、スマートに使えるようにしたっていう、そういったねキットが今回の KW レボリューションになります。じゃあ一体ね、どういった、内容になっているのかっていうのをですね、実際にご覧いただきたいなと思うんですけれども、まだフィルターを使ったことがないという方、またはすでに使っているんですけどなんとなく肌に合わなくて乗り換えを検討しているとか、そういった方の参考になればなと思いますので、是非最後までご覧いただけたらなと思います。で、基本的にはどういったフィルターが入っているのかっていうお話と、あとはそのフィルターでどういったものが取れるのかっていうのを実際に作例をたくさん準備していますので、それらを見ながらお話ししていきますので、気になるところに飛んでご覧いただければなと思います。ということでね、早速始めていきたいと思います。はい、ではですね、早速こちらのね KW レボリューションの中身をですね紹介していきたいと思うんですけれども、中にはですねこんな感じで小さいポーチですね、本当に手のひらよりも小さい感じの可愛いポーチがあるんですけれども、この中にフィルターを収納するっていう感じになります。で、ご覧の通りちょっと見ていただくとね、こんな感じでフィルターが入ってるんですけれども、他のフィルターメーカーさんにはない特徴かなと思うんですが、色分けして、あるんですよね。で、結構フィルターって同じ形だとどこにどれが入っているのかって分からなくなったりすることってあると思うんですけれども、こんな感じで種類別に色が分かれていますので、わざわざこう手に取って確認しなくてももうすぐに欲しいものが分かるっていうね、そういったところがすごく優れているかなと思います。基本的に今回紹介するのはこの4つのフィルターになるんですけれども、これらがどういった作品を作る上で役割を果たしてくれるのかっていうね、そういうところをちょっとお話ししていきたいなと思います。で、ここね、今カメラ私準備してるんですけれども、マグネティックシステムなのでもう想像できる方もいると思うんですけれども、これにね装着する上で必要なものっていうのがこのマグネティックのねアダプターリングになります。これはですね 82mm になるんですけれども、今回のこのシステムが 82mm の K に対応するようになってますので、これがね入っています。ただ私今使っているのがニコンのこちらのレンズがですね 77mmになるんですよね。なので 82mm にはちょっと至らないんですけれども、ステップアップリングを使ってあげて、このマグネティックのアダプターリングが使えるようにしてあげます。こんな感じですね。はい、こんな感じですね。今ちょっと取り付けたんですけど、これでこれらのフィルターを取り付けていくことができます。試しにちょっと1個目のね PL フィルターをちょっとつけてみるとどんな感じになるかっていうと、こんな感じですね。はい。磁力で簡単に取り付けることができます。で、例えば PL フィルターの上に ND フィルターを重ねるんであれば、こうやってつけていくことができます。全部つけるってことは基本的にはないと思うんですけど、こうやってスタックしてつけていくことももちろんできます。で、こちらにフィルターのキャップがついていますので、これでこんな感じでやってあげれば保護することもできます。という感じで、簡単にこのフィルターシステムの使い方をね紹介したんですけれども、じゃあここからはですね、早速それぞれのフィルターでどういったものが取れるのかっていうのをですねお話ししていきたいなというふうに思います。はい、ではですね、まずこちら1つ目のシルバーのフィルターになるんですが、 CPL サーキュラーポラライザーになります。日本語だと変更フィルターっていうね名前がついているんですけれども、これはですねこんな感じでパコッとつけてくるくる回すことによって
変更の度合いを調整するっていうね、そういったことができます。じゃあちょっとね言葉だけだと分かりにくいので実際に写真だとか映像をお見せしながらこの効果をね見ていただきたいと思います。空と湿原を撮っていますけれども、結構もやもやして霞がかっているようなね状態になっています。ただそこでこのフィルターをですねくるくる回してあげると、空がですねこんな感じですっきりして、また草の部分のテカリも取れてですね、緑がちょっとこう強調されて出てきているのが分かると思うんですけれども、こんな感じで結構青空がね綺麗になってくれます。どうしても大気にはですね水蒸気というものがあって、そこに光がこう透過すると乱反射を起こすことがあって、それによってちょっと霞がかったりすることがあるんですが、それをこのフィルターを使うことによって除去してくっきりと見せてくれる、そういった時にね使うことが非常に多いです。あとはですねこちら地頭の水面を撮っているんですけれども、空の雲をですね反射して真っ白になっちゃってどうなってるのかわからないような、そういったシーンですね。これもですねこの PL フィルターを使ってあげると、完全ではないにしろこの上にあるですね草ですね、その様子だとか色っていうものが出てきて、何があるのかっていうのがはっきり分かるようになっています。なので意外と肉眼で見てるとかなり反射で見えていないようなものっていうものがこのフィルターを使うことによって見ることができるっていうね、そういった肉眼では見れないような世界を映し出してくれるよっていう、そういった使い方ができます。はい、ということで数枚ご覧いただいたんですけれども、やっぱり水面の反射だとか葉っぱのね反射を取り除くことによってかなりですね被写体の色味がくっきり出てきてコクのある感じに仕上がっているんじゃないかなと思います。でちょっとね、見てもらうとこのフィルターって少しね透かしてみると暗いんですよね。なんとなく暗い感じになってるんですけれども、光を取り除くだけじゃなくて若干の減光作用もありますので、ND フィルターみたいな感じで使うこともできます。本当若干なんですけれども、ただ渓谷とかで撮ったりとか渓流を撮ったりする時なんかは結構この減光作用がうまく機能してくれることもあるので、そういった感じで活用するっていうこともあります。で光の反射を取り除くだけじゃなくて強調することによって水面の反射をかなりビビッドにしたりとか、そういう感じでクリエイティブな方向に転がすこともできるので、そういうふうにして遊んでみるのも非常に面白いんじゃないかなと思います。で最後に意外と知らない人もいるかもしれないんですけれども、この CPL を使うと虹をですね強調することができます。虹っていうと大体雨が降る夏場とかに多く見ることができて、太陽と反対側の方向にねできるものなんですけれども、肉眼で見るとうっすらとあるなっていうような虹でもですねこの CPL を使って回してあげるとくっきりと出てくるケースがありますので、もしね虹をうまく撮ったことがないとか撮れたことがないっていう方は是非ね虹を見つけたらピールフィルターを使ってくるくる回して撮ってみるといいかと思います。この夏ねちょっとだけ撮った虹がありますので数枚ねご覧いただきたいと思います。続いては ND フィルターになります。この KW レボリューションの中には3種類の ND フィルターが入っています。水色の ND8、そして黄色の ND64、そして赤の ND1000 ですね。この3種類になります。この数字を聞いて、このぐらいの ND フィルターねってピンとくる人もいると思うんですけれども、初めての方もきっといらっしゃると思いますので、ここではですねこの減光フィルターってそもそも何するフィルターなのかっていうのと、この数字の意味っていうものをですねお話ししていきたいなと思います。その後に各フィルターの作例使い方っていうのをですねお話ししていこうと思います。まず、見ていただきたいんですけど、減光フィルターっていうのはこんな感じで透かしてみると透けてちゃんと見えるんですよね。真っ暗にはなっていないんですけど、昔理科の実験で太陽を見てみようっていうね、そういった授業が、受けたことがあると思うんですけれども、肉眼で見るともちろん眩しくて目が壊れちゃうと思うんですが、下敷きでちょっと暗い下敷きを使って覗いてみましたっていうね、そういった経験誰しもあると思います。それとね同じものになります。基本的には入ってくる光の量を減らしてアウトプットするっていう感じですかね。そういった効果があるのがこの減
原稿フィルターになります。でそれをカメラに活用することによってちょっと独創的なアートな世界を表現するっていうね、そういった時に使うフィルターになります。基本的にはシャッタースピードを長くして、長秒露光って呼ばれたりするんですけども、長秒露光をして雲を流したり水を流したり葉っぱを揺らしたりとか、そういうふうにして表現をするっていうね、そういう使い方になります。じゃあこの数値の意味ですね、いろいろ ND864 とかあるんですけど、それはねどういう意味なのかっていうのを簡単にお話ししたいと思います。この ND8 っていうのはですね、3段分の原稿作用があるんですけれども、3段分って何っていうところなんですが、 ND8 の8に少しねヒントがあります。入ってくる光の量を1とした場合、こっちに出てくる光の量が8分の1になります。そういった意味での8っていうね数字の意味になります。でこっちの ND64 は入ってくる光の量が1とした場合、出てくる光の量っていうのは60分の1になります。そして最後の ND1000、 これはもうさっきの流れでいくとお分かりいただけると思うんですが、入ってくる光の量を1とした場合、出てくる光は1000分の1になるっていうね、そういった感じになりますので、なのでフィルターをなしの状態で撮る時のシャッタースピードにこの数値をかければ、このフィルターを使った時のね適正なシャッタースピードの長さっていうものが算出できますので、ちょっと計算が必要になるんですけれども、それをして撮影をしていくような感じになります。ただそれをね簡単にできる方法っていうのはね、もちろん暗算で計算してもいいんですけど、このねキットの中にはこういった早見表っていうものが入っています。あとはホームページにもですね細かく載っていますので、それを参考にしてもらえばいいと思うんですけれども、今だいたいこのぐらいのシャッタースピード、フィルターつけていない時このぐらいのシャッタースピードなんだけど、じゃあこのフィルター使ったら何秒にしたらいいんだろうっていうのを、この早見表で簡単にねチェックすることができますので、そういう感じで使ってもらえばいいと思います。はい、ではですね、まず1つ目の原稿フィルター ND8 になるんですけれども、これはね先ほどもお伝えしたように3段分の原稿フィルターになります。光が入ってくるを8分の1にできるので、8倍シャッタースピードを長くすることができますよっていうね、そういったフィルターになります。でこれを使うシーンで最も私が多いのはですね、渓流を撮ったりするシーンですね。あとは滝を撮るシーンなんかで非常に多いです。水の流れっていうのはですね、普通のシャッタースピードで撮ると結構バッて止まっちゃうんですけれども、この ND8 を使ってあげるといい具合に流れつつ、でもしぶき感がちょっと残るような、そういった、作用がありますので、このぐらいが結構水物を撮るときはちょうどいいかなと思います。実際にちょっとね写真を見ていただきたいんですけれども、こちら川の流れを撮っているんですけれども、フィルターを使わないと結構水がバシャバシャ流れてしぶきが飛び散っているのがねわかるかと思います。これはこれで結構勢いが伝わってくるなっていう感じなんですけれども、ちょっとこの静寂な感じというかっていうのはちょっとないんですよね。そこでこの ND8 を使ってあげるとちょっとシャッタースピード長くできますので、さっきのしぶき感っていうのはちょっと抑えられつつ、でも白糸のようにねさーっと流れているような、すごく見ていて心地よいようなね結果になってきます。続いてこちらの作例も水物なんですけれども、このフィルターを使わない状態だと結構水が流れている様子が生々しくですね、静止して映っているんですけれども、私がこれ撮った時ちょっと静と動のね対比を作りたいなっていうものもありました。この苔の上にある植物とあとは水の流れっていうところの対比をね撮ってみたいなと思ったので、そこでちょっとねこの ND8 を使って水をさーっと流すことによって静止しているものまたは流れていくものの両者をですねちょっと映し出したいなと思ったので、そんな感じで仕上げてみました。こういう感じで動いているもの止まっているものっていうものをですねより強調して撮る時なんかは割とこの ND8 があると便利ですね。そして、こちら、滝の写真ですね。これも ND フィルターを使わないとバシャバシャと音が聞こえてくるような描写になっているんですけれども、一方でこの ND8 を使ってあげると、さーっというね、ちょっと静けささえ感じるような、バシャバシャではない、すごく見ていて心地のいいようなね、仕上がりになります。ただ、人それぞれですね好みはあって、この勢いがあるバシャバシャした感じがいいんであればこのフィルターを使わない、または、使った静寂な感じ、静けさっていうものを表現するんであればこちらの2枚目の感じの方がいいのかなっていう感じなんですが、これは自分がどのように表現したいのかっていうところ次第で変えればいいのかなと思います。あとはちょっと川のね写真なんかもいくつか撮ったのでねご覧いただきたいと思うんですけれども、ちょっとでもね
水の流れを流すだけでも本当に印象が変わってきますので、物語性も強くなったりしますので、なので私はねこの ND8 っていうのはかなり使い勝手が良くてですね、使用頻度は非常に高い、そんなフィルターになってます。続いてはこちら ND64 になるんですけれども、6段分の原稿作用がある原稿フィルターになります。先ほど紹介した ND8 なんですけれども、これと比べるとこっちの方が暗いので、当然こっちの方が原稿作用が強い感じになって、長時間ですね、録音することができる。つまりより水の流れとかをねさーっと流したりとか、あと雲をさーっと流したりするようなことができる、そういったフィルターになってきます。じゃあちょっと分かりやすくするために、先ほど ND8 を使った時の渓流の写真を台にですね出して、ちょっと見ていきたいなと思います。これはさっきと同じね作例になるんですけれども、1枚目は ND8 で撮ったものになります。静と動のね表現をしたいということでこんな感じにしたんですけれども、もうちょっと流した方がなんとなく良かったなというふうに私自身はね思いました。なのでこれで ND64 を使ってみるとこんな感じになります。1枚目と比較するとさらにこの水のね白い部分がさーっと流れていて、より静寂な感じがするかと思うんですけれども、でもさーっと流れている様子っていうのはしっかりと残っていますので、なんとなく1枚目と2枚目を比較した時に、私は2枚目ですね、つまり ND64 を使った時の方が最終的な結果は好みだったということで、本当にこれは自分の好みになってくるんじゃないかなと思うんですが、こういう感じで ND8 と64をちょっと使い分けて、やっぱこっちの方がいいなっていうふうに選ぶような感じで使うといいんじゃないかなと思います。そしてもう一つこのフィルターを使って面白いことができるんですけれども、インテンショナルカメラムーブメントというね ICM というね表現があるんですが、これをつけることによって長秒録音ができるんですが、例えば数秒ですかね、こんな感じで録音できるんですが、その間にカメラをこうやって動かすんですよね。動かしてあげて、あえてブラして面白い表現をするっていう、そういった楽しみ方もあるので、結構ねそれをやってみると面白いと思います。普通に撮るんじゃなくて、もう自分で絵画を作るような感じでやるんですけれども、例えばこんな感じで白樺の霧が入ったね幻想的な写真もいいんですけれども、ちょっとこれをつけてあげてブラしてあげて、そうするとこんな感じのね油絵のような感じの写真ができますので、時にねこういう表現をしてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。国内でもね結構やる方増えてきてるんじゃないかなと思うんですけれども、私も何年か前からやり始めて、最近ちょっとやってなかったんですけど、久しぶりにやってみると結構面白かったので、ぜひですねやったことない方はこれを使って、ND8 でもできるんですけど、結構ね長い時間できた方がより面白い感じで、ぼかした感じでできますので、このフィルターを使いながらね ICM っていうものをやってみると面白いと思います。あとはですね、朝や夕方の雲を流したりするシーンでもこのフィルターすごくよく使うんですけれども、結構ね程よい、長秒録音が可能になります。10分20分とかじゃなくて、本当に数分だとかですかね、そのぐらいで、シャッターをね切ることができますので、結構さーっと流れてきた雲なんかを、撮るとこんな感じで結構幻想的な、写真をね撮ることができます。あとはこれ北アルプスで撮った写真なんですけれども、雲海があったりだとかするシーンなんかもこれがあるとね結構面白い表現ができます。もちろん ND1000 でもいいんですけれども、手っ取り早くやるにはこれぐらいがあると十分かなと思います。そして最後のこちらも、北アルプスの奥にあるですね槍ヶ岳の周りにある雲をですねちょっと流してあげたっていう感じですけれども、ガーッと流すとねもう雲で覆われてしまうケースもあるので、長時間流すのは時々リスクなケースがあります。なので程よく流したいっていう感じで雲に飲まれてしまう前にさっと撮るっていうんであれば、この ND64 っていうのはすごく重宝するので、こういったシーンの撮影でも非常にね便利かなというふうに思います。はい、ということで ND64 をねちょっとお話ししたんですけど、この ND8 とのね使い分けっていうところはやっぱりね出てくるとは思うんですけれども、それは自分のね好みとか、どういう方向に持っていきたいのかっていう、本当に自分の美学が、関わってくるというところだと思いますので、是非その2つをね楽しんでいただけたらなというふうに思います。そして最後はこちら ND1000 になります。こちらはですね10段分の原稿作用があるフィルターになるんですけれども、入ってくる光をですね1000分の1にできる、つまり1000倍シャッタースピードを拡張することができるよっていうね原稿フィルターになります。
ご覧の通りほぼ真っ黒なんですけれども、それぐらいね現光作用が強いフィルターになっています。さっき紹介してきたですね ND864 とは結構差がありますので、使い方っていうのはねかなり違ってくるかなと思うんですけど、これを使うシーンっていうのはやはり圧倒的な水の流れですかね、あと雲の流れ、本当に均一化を図ったりするとか、そういった時に使うことができます。ただ別に均一化を図るだけじゃなくて、例えば日中の昼間に雲を流したい時、どうしても ND8 とか64だと全然明るくて全然シャッタースピード長くできないんですけれども、 ND1000 があると意外と雲の動きが速かったりするとねさーっと流したりすることができるので、結構山岳のエリアで使ったりすると非常に面白いかなと思います。例えばこちらですね、真っ昼間で青空なんか出てるようなね山の景色なんですけれども、これもですね通常撮影すると雲がもくもくしてるような感じなんですが、 ND1000 を使ってあげるとねこんな感じでさーっと流れてるようなすごい躍動感がある写真になります。あとは雲海のところで光が当たっているようなところもですね、ちょっとこの ND1000 を使ってあげると、こんな感じでふわっと動いているような、勢いよく動いているような瞬間にできますので、そういった表現をしたりするっていうのも非常に面白いと思います。そしてこちら滝の写真ですね。滝の写真も普通に撮るとバシャバシャとねした感じになるんですけれども、ND1000 をつけてあげると滝壺に流れた水の流れっていうのが本当に均一化されてふわっと広がりますので、この放射状に広がった水の流れなんかも非常に芸術的で、面白いんじゃないかなと思います。でですね、やっぱり ND1000 ってなると、今まで紹介した ND864 よりもかなり長い間、長尾録をすることになるので、3分4分またはそれ以上になるっていうこともあるので、計算をしっかりして、挑まないと結果がですね明るすぎた暗すぎた、せっかく4分5分待ったのにうわーっていうね、その間に絶景のピークポイントがどんどんなくなってってしまったりもしますので、その辺ちょっとシビアなんですけれども、そこもですねしっかりと電卓使ったりしながら計算して、またはですね太陽がこれから沈んでいくのか上がっていくのか、それによっても光っていうのは変化していきますので、それを逆算したりとかね先読みしたりとかしなきゃいけませんので、それは経験をしながらやっていく必要があるので、ちょっと難易度は高いんですけれども、でも面白い写真が撮れますのでね、是非こちらも試していただければなと思います。はい、ということでですね、今回は風フィルターの KW レボリューションの ND フィルターキット、これら全てのねフィルターの特徴だとか使い方、または作例なんかをね紹介させていただいたんですけれども、こんなコンパクトなシステムでですね本当にいろんな表現ができるんだなっていうのをなんとなくお分かりいただけたんじゃないかなと思います。また概要欄の方にリンクを記載しておりますので、興味のある方はそちらをご覧いただければなと思います。またねこれ、ウォルバーラインのキットも本当にこれ素晴らしかったんで、まだ見てないよっていう方は概要欄にリンクを貼っておりますので、こちらの動画もぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。